皆さんこんにちは。お城へようこそ。本日巡るお城は佐賀県唐津市の名古屋城です。名古屋城は豊臣秀吉が朝鮮出兵した際に本拠地としたお城です。そこで問題です。名古屋城の面積は17ヘクタールです。築城当時、日本で何番目の大きさのお城だったでしょう。1、2番。2、5番。3、8番。4、10番。答えは1の2番でした。同じく豊臣秀吉が石山本願寺跡に建てた大阪城に次ぐ規模を誇りました。全国から10万人を超える人々が集まりました。ここは大手口です。名古屋城の出入り口は5カ所あったようです。大手、絡め手、船手、水の手、山里口です。大手は大手と名前がついていますが、東出丸小口へとつながり、城下町とはつながっていません。また、門もなかったようです。櫓はあったようです。大手の道幅は約8メートル。名古屋城の絡め手、すなわち裏の出入り口ですが、幅が12メートルあり、さらに枡形小口だったようです。名古屋城の出入り口で、最も防御が高かったのは大手口ではなく絡め手でした。名古屋城の石垣の多くは破却されています。江戸時代に島原の乱が起こります。この時、すでに名古屋城は廃城となっていましたが、原城が一期勢に利用されたことから、名古屋城も利用されないように破却されたようです。名古屋城城主は豊臣秀吉です。朝鮮出兵を命じられた諸大名は、東松浦半島の名古屋に集まりました。そのため、陣と称される将官が130人も及びます。秀吉の甥である豊臣秀康や堀秀春の陣では、茶室や能舞台などの建物の礎石が見られるようです。陣と言われていますが、遊興施設を備えた城官でした。戦をする際に、総大将が陣所を置いたところを本陣と言います。あくまで仮の場所なので、大抵は幕を巡らしたり、簡単な柵を設けたりするようです。中には手の込んだものもあります。空堀を掘ったり、同時に土を盛って土塁を設けたり、枡形小口を設けたり、城と同じような構造を持つ陣城などもあります。天下を伺う秀吉の場合は特に大規模でした。小田原合戦では一夜城とも呼ばれる石垣山城を築いています。当時、関東に総石垣の城は見られなかったようです。小田原城を見下ろす笠懸山という山に、関東にはない総石垣の城を建て、さらにそこに天守閣まで作った、という話です。城ではなく、陣城の話です。名古屋城も戦のために作られた陣城です。秀吉の朝鮮出兵は2度あるのですが、第1回は15万8000人、第2回は14万1500人が朝鮮半島へ渡っていきました。城下町には10万人の町人が集まりました。人口の感覚ですが、秀吉の生きた戦国時代、室町時代後期の大都市にはどれくらいの人がいるのが普通だったのかという話です。現在日本の人口の感覚だと、関東地方だけで日本の総人口の3割ほどの4300万人が集まっています。100万人都市は日本には12あります。東京の約970万人に始まり、横浜、大阪、名古屋、札幌、福岡、川崎、神戸、京都、埼玉、広島と続き、仙台の約109万人で12都市です。現在の日本の人口は1億2000万人です。戦国時代の日本の人口はどうだったのでしょう。1600年頃の日本の人口は1200万ほどだったようです。1600年といえば、本能寺で信長が討たれるのが1582年なので、信長が討たれた18年後、1603年が江戸幕府が開かれた年なので、江戸時代に入る3年前になります。
戦国時代の代表都市の人口はどうなっているのでしょうか。信長によって繁栄を取り戻した京都、すなわち平安京は30万人ほどです。上杉謙信の本拠地である春日山は1570年頃に3万人ほど。1570年といえば本能寺の変で信長が討たれる12年前にあたります。自治都市で有名な堺の町は1530年頃ですが3万人。信長が天下布武を唱えたことで有名な岐阜の人口は1569年で1万人。信長がかつて本拠地にした清須、戦国時代の愛知県の中心だった場所ですが、1580年代に7500人。九州の博多、大友宗麟の貿易のイメージの強い町ですが、1579年に3万5000人がいました。これらが戦国時代の主要都市の人口ですが、名古屋城の場合はどうでしょう。名古屋城は尋常ですが、城下町もあり、最盛期には10万人を超える商人らが集まり繁栄しました。京都をしのぐとさえ言われたようです。名古屋城は、秀吉の朝鮮出兵、文禄、慶長の駅で建造された国内の出兵拠点です。勝尾岳と呼ばれた、標高 88.6 メートルの丘の上に作られました。戦地には、小西行長、寺沢広隆が関わっているようです。なぜ、この場所を選んだのでしょうか。理由は、朝鮮半島に近いからでした。地形が、大型の船舶を停泊させるのに適していたようです。大型船舶は、水深の深いところ、そして、入り江が入り組んだ複雑な地形の場所が適しているようです。おそらく波が来ないため船が流されない。そして、浅瀬に乗り上げることもないといったところではないでしょうか。築城にあたっては、黒田長政、小西行長、加藤清正が築城奉行を務めたようです。縄張りは、黒田官兵衛、もしくは加藤清正が行いました。秀吉の朝鮮出兵は、九州、四国、中国の諸大名が渡海しました。さらに全国の大名に動員命令が下されていたので、畿内、関東、東北地方の大名も名古屋入りをしていました。文禄の駅は4月13日に上陸し、5月3日には国都のハンソンを占領しています。現在のソウルです。しかし戦線が広がりすぎており、さらに朝鮮の民衆が抵抗し始めました。そして海では李承信率いる水軍との戦いに敗れたため、兵糧の補給が困難になりました。それに加えて、明の援軍も朝鮮に駆けつけたため、翌年1593年の正月に戦いに和議を結びました。同じ年の9月に明からの使者が大阪城に来るのですが、手紙には汝を報じて日本国王となすとありました。秀吉は激怒し、再び出兵の軍令が出されました。1598年の8月に秀吉が死去します。五大老五奉行による平遷工作が始まり、全軍撤退しました。名古屋城は廃城となります。
二の丸は馬場を介して三の丸と繋がっていました。本丸と二の丸は直接は繋がっていませんでした。
最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のお城巡りはいかがでしたでしょうか。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次回のお城巡りは福岡市にある門司城です。ぜひご期待ください。